どうも、先日、2の糸が切れてしまった大島でございます。はい、本日は2021年の6月24日、ただいま18時12分でございます。4日ほど前にですね、糸が切れまして、そしてすぐインターネットで注文をかけたらですね、熊本から愛知県だったので4日ほどかかったということで、4日ほど糸が切れっぱなしでございました。しかし、さっき変えました。はい。インターネットの動画を参考にしてですね、糸を変えました。はい。それほど苦戦することなく変えることができました。今回2の糸だけ変えてみたんですが、この、糸の変え方で安定するなら、1の糸と3の糸も変えようかなと思っております。そしていい機会だったので、糸の仕様というか、そういうものをですね、いろいろと情報を調べて、その上で、どんな糸を買うのか勉強した上で買いました。結論から言うとですね、まず一つ勘違いしていたことがありました。例えば2の糸、1個の中に2本入ってたんですよね。そういったところを確認せず、とりあえず2本買おうと思って2つ買ったらですね、2本ずつ入っているので4本届いたということになっております。そしてなんと、1の糸に関してはですね、1個に5本入ってたので、なんとですね、10本もスペアがあるという状態になってます。1の糸は1枚1本しか入ってないみたいなので、これは予定通り在庫2本ということで、注文かけてから4日かかることもあるということで、やっぱり糸ちゃんとスペアのものを持ってなきゃいけないなということをすごく勉強しました。そしてあとはですね、糸もギターの弦とかと同じように太さがあるということをですね、初めて知りました。太さもいろんな表記の仕方があるようで、私が買ったメーカーだとですね、数値で太さが表されていました。で、ちなみに1の糸は確か27っていう太さを買ったはずです。で、2の糸は16のいう太さを買いました。そして1の糸も16という太さですね。同じ16でも2の糸と3の糸、太さが全然違うんですけど、そういう太さを買ったということですね。ちょっと太めなんだと思います。この私が選んだ糸は。わざと一般的な太さの中で一番太いものにしました。理由は、太い方が単純に太い音が出るかなという理由でございます。おそらく太いと弾きにくいのかなというふうに思っていたんですが、2の糸を16に変えて、そしてさっき弾いてみたんですけど、特に弾き心地変わらずという感じでございました。私の能力だとまだ太さによる演奏の感じの違いとかっていうのが一切わからないということでした。あともう一点ですね、糸材質がいろいろあるということを勉強させていただきました。昔からあったのはどうやら絹の糸というものですね。そして1の糸は絹を買いました。いろいろ調べた結果ですね、1の糸は滅多に切れるもんじゃないから切れやすいと言われている絹でも問題ないということでした。そして2の糸はテトロンという、材質の糸にしました。なんとなく調べた感じ、この材質が2の糸は多いっぽいということですね。そして1の糸はナイロンですね。クラシックギターとかナイロン弦が1、2、3弦貼られてると思うんですけど、それと似たようなものということで、ちょっともともと三味線についていたものの素材がいまいちわからないんですが、3の糸は現状の三味線も多分ナイロンがついてるんだと思います。ちょっと絹とテトロンの違いがいまいちわからないんですけど、なんとなくもともと貼ってあるのはテトロンかなという気がしています。で、絹が一番切れやすい。ナイロンは比較的切れにくい。テトロンというのもかなり切れにくいという情報がありましたので、1、2の糸、3の糸は切れにくいものにさせてもらいました。はい。こんな感じで糸を張り替えて、やっと張り替えることができましたので、再び練習を始めたところでございます。そして今回もですね、また、三味線の講師の方からですね、すごく長い、コメントでアドバイスをいただきまして、本当にありがとうございます。全くお金払ってないのにコメントでアドバイスもらえるということで、特に右手と、この三味線の持ち方をよく、基本をしっかりした方がいいというアドバイスをいただきました。私も、
どんどんこの三味線のここ頭が下がってくるんですよね。これが気になっていて、熱中すればするほどだんだん下に下がっていくという傾向にあるなと思います。あとはですね、右手がどうしても、なんて言うんでしょう。水を切るようなスナップを効かせてしまった結果、糸を切れやすくしたのかなと思ってますし、結構ここもガリガリになってます。だから、水を切るような感じじゃなくて、内輪を仰ぐように、ねじらないようにしようかなとして、今一生懸命矯正しております。こんな感じでですね、再び練習を始めていきたいと思います。あと、4日間、何もしなかったわけじゃなくて、ちょっといろいろと考えていたことがありまして、三味線のチューニングってこれどうなってるんだと。なぜこういうチューニングなのかなということを結構真剣に考えておりまして、この話はですね、また、次の機会にさせていただこうかなと思います。随分、私の中でちょっと紐解かれた部分がありまして、未だにこの三味線の番号がどういう基準でこの番号を振られたのかっていうのが分かってないんですけど、一応ですね、西洋音楽理論の12音階というものでちゃんと、三味線の音を理解しようということを考えて、その結果をですね、まだまとめておりませんが、そういう話を、今度していこうかなと思っております。さて、本日はこの辺で。それではまた。